解散から9年。今一つの噂が日本をざわつかせている。SMAP幻の一夜限りの復活。果たしてそれは夢物語なのか、それとも静かに動き始めた新たな現実なのか。その答えを探るため、まずは SMAP が歩んできた道をもう一度たどっていくことにしよう。SMAP、この名前はもはやグループ名という枠を超え、日本のポップカルチャーそのものを象徴する存在となった。その始まりは1988年、ジャニーズジュニアの中から選抜された6人の少年たちが、後に国民的グループへと成長するとは当時誰も想像していなかっただろう。1991年9月、SMAP はCan't Stop Lovingで CD デビューを果たす。当初から爆発的な人気だったわけではない。1990年代前半、夢がもりもりに出演。当時アイドルが本格的に体を張るバラエティに挑戦するのは異例だった。だが SMAP は全く物おじしなかった。コント、スポーツ企画、トーク、何でも挑戦し、何でもやりこなす万能型のエンターテイナーとなっていく。このバラエティでの成功が後の日本の男性アイドル像を根本から変えることになる。SMAP の功績の一つは、グループ全員が主演クラスの俳優として認知された初めてのアイドルグループであることだ。木村拓哉はロングバケーション、ビューティフルライフ、ヒーローなど社会現象となるドラマを次々とヒットさせ、視聴率男として君臨。草薙剛は僕の生きる道、僕の彼女と彼の生きる道など、深く心に残る名作で俳優として高く評価された。稲垣吾郎はミステリー作品やバラエティで独特の存在感を発揮。香取慎吾は慎吾ママブームからの俳優、バラエティ、アートへと多面的に活躍。そして中居正広は司会者、俳優として幅広く活動しつつ、番組の柱として圧倒的な存在感を放った。グループ全員が個人として成功している。この現象はアイドル業界において前例がなかった。1996年、フジテレビSMAP がスタート。この番組こそ SMAP を国民的スターへ押し上げた決定的存在だった。歌、コント、ビストロ、豪華ゲストとのトーク、メンバーのキャラが際立つ名場面、すべてが SMAP の魅力を最大化するために作られていた。番組にはマドンナ、マイケル・ジャクソン、ウィル・スミス、デビッド・ベッカムなど世界の超大物が出演。日本のアイドル番組が世界的スターを迎える国際番組になった瞬間である。これは日本のエンタメ史でも前例がなく、他のどの番組でも再現できなかった奇跡の番組だった。SMAP は音楽でも圧倒的な記録を残した。 CD シングル55作連続トップ10入り、オリコン1位獲得多数、国民的ヒット曲を複数持つ稀有なグループ。特に2003年、世界に一つだけの花は累計300万枚を超えるセールスを記録した。この曲が国民の曲として定着したことで、 SMAP は音楽の枠を超え社会的存在となった。広告界でも圧倒的な影響力を持ち、数多くの企業 CM に出演。その効果は SMAP を使えば売れると言われるほど絶大だった。またチャリティー活動にも積極的で、東日本大震災の際には募金やいち早い支援活動を展開。社会貢献の姿勢も高く評価された。こうして SMAP は音楽、ドラマ、映画、バラエティ、広告、社会貢献、すべての分野を席巻し、日本中が知る国民的グループへと成長した。彼らはただ人気があったわけではない。人々の人生の節目、日常、喜びや悲しみ、そのすべてに寄り添い続けた存在だった。2016年、そんな SMAP に誰もが望まなかった瞬間が訪れる。SMAP 解散。きっかけは一部メンバーの独立騒動をめぐる報道。
方向性の違い、事務所との関係、メンバー間の意思疎通、さまざまな憶測が飛び交った。テレビ生放送での謝罪、不穏な空気の中での活動、そして12月31日解散が正式に決まった。SMAP 解散の速報が流れた瞬間、ツイッターは大混乱に陥った。SMAP 解散が世界トレンド1位、関連ワードが数十個同時にトレンド入り、1分間で数万件を超える投稿が集中。特に信じられない、受け入れられないという声が圧倒的で、ファンだけでなく一般層までもが反応した。 SNS 史上日本で最も反応が大きかった芸能ニュースの一つと言われている。解散発表後、SMAP の存続を願う署名に37万人が参加。署名の規模はアイドル史上最大。これがきっかけで政府関係者や文化人がコメントを出すほど話題になった。SMAP を応援する方法の象徴となったのが花摘み運動と呼ばれた CD 購買ムーブメント。解散報道後、ファンが世界に一つだけの花の CD や関連商品を購入することでグループを応援し、解散を阻止しようと自然発生的に起こした運動だ。これにより世界に一つだけの花が Amazon、楽天で売り切れ、 CD ショップで在庫が消える。リリースから13年後に再びランキング上昇。結果、累計300万枚を突破し、国民的ソングとしての地位をさらに固めた。さらにファンは SMAP が本当に望んだ形なのか、メディアは事実だけを報じてほしいという声を強く出した。記者会見が行われなかったことで、ファンの不安と推測はさらに拡大し、各局の報道姿勢に対して抗議や意見が寄せられたのだ。多くのファンが共通していた感情は一つ。SMAP の解散を受け入れたくないということ。SNS では、まだ終わらないでほしい、SMAP は永遠などのハッシュタグが急増。街頭インタビューでは、涙が止まらない、家族のような存在だったと語る人も続出した。解散後も SMAP は個人での活躍の場を広げる。木村拓哉は第一線で主演を続け、ライフ、愛しき人 PG、身辺計5人、教場などいずれも話題作となり高視聴率を記録。木村拓哉主演はブランドとして揺るがず、映画マスカレードホテルレジェンド&バタフライなども大ヒット。2020年にはソロアーティストとしてデビューし、アルバムはオリコン1位を獲得。ライブツアーも成功させ、音楽活動でも新境地を開く。中居正広は MC、司会業で確固たる地位を築く。解散後も多数のレギュラーを抱え、中居正広の金曜日のスマイルたちへ、ザ・世界仰天ニュース、中居正広のキャスターな会など司会として安定した人気。どの番組でも空気を作れる MC として老若男女から支持され続けてきた。 WBC やプロ野球取材でも鋭い分析が注目を集める。草薙剛は映画で活躍。2020年ミッドナイトスワンで日本アカデミー賞最優秀主演男優賞を受賞。元アイドルが主演男優賞を取るのは異例で、俳優草薙剛が完全に確立された瞬間だった。 NHK ドラマ、民放ドラマ、映画出演が続き、温かな存在感と演技力で幅広い役柄をこなす。さらに YouTuber 草薙名義で個人チャンネルを開設し、独特の空気感と飾らないトークが人気。稲垣吾郎は反世界をはじめとした映画出演で確かな演技力が評価される。文学的作品やシリアスな役柄を多く担当し、知的でミステリアスな世界観が強く支持される。また吾郎、デラックスなどで本の紹介、文化系トークをこなす姿が高評価。エッセイやインタビューなど文化人としての活動も積極的。香取慎吾はアートで活躍。
現代アーティストとして個展を多数開催。パリで海外展示も行い、芸術文化活動は確固たる基盤を築く。音楽活動でも活躍。ソロアルバムを発売し、ライブ、フェス出演も精力的に行う。ドラマ、舞台、CM の仕事も継続し、幅広い世代に慎吾らしさを発信し続けている。2017年、稲垣、草薙、香取の3人は新しい地図を設立。SNS やネット番組を活用した活動スタイルを確立し、地上波以外のメディアで独自の成功を収めていった。映画制作、舞台公演、ファンイベント、社会貢献活動と時代に合わせた新しいスターの形として注目された。SMAP の凄さは、解散後も5人全員がそれぞれの分野で第一線を守り続けたところにある。ドラマ、映画、舞台、アート、バラエティ、YouTube、MC 業、表現方法は違っても、彼らの中心にはいつもエンターテインメントがあった。そんな中、2024年12月、芸能界に衝撃が走る。中居正広、彼の女性関係に関する重大なトラブルが報じられたのだ。12月19日発売の女性セブン。中居が女性との間で深刻なトラブルを起こしたとされる記事が掲載された。これを受け、中居は12月27日、自身の有料会員サイトで大変ご迷惑をおかけしております。申し訳ございません。と謝罪文を発表した。表に立って説明をすることはなく、その沈黙は逆に大きな波紋を呼ぶこととなる。トラブル報道の余波はすぐに広がった。中居が MC を務める番組では、彼の出演部分がカットされる事態も発生。そして2025年1月23日、日本中を震撼させるニュースが流れる。中居正広引退。その発表はまともや有料会員サイトで行われた。長きにわたり芸能界を牽引してきた男の突然の幕引き。ファンだけでなく業界にも大きな衝撃が走った。中居の個人事務所のんびり中居もさまざまな手続きが終わり次第廃業するとコメントした。誰もが中居の芸能人生は終わったと思った。ところがその後、事態は大きく揺れ動く。2025年5月、法人の解散登記をすると伝えられたのんびり中居。しかし8月、税理士は廃業の指示は受けていないと回答。さらに12月、法人登記を確認したところ、のんびり中居は継続したままだと分かった。中居の顧問税理士によると、ご本人の法人ですから何か機会があれば使用するのかもしれない。解散するのは簡単ですが、閉じたらそれっきりになるとのことだ。つまり中居の完全引退はまだ確定していない、そう受け取れる内容だった。中居は沈黙を貫き、記者会見も開かないまま。しかし一方でスポーツ紙や週刊誌では引退撤回の可能性が報じられ続けている。動画配信での復帰説、期間限定での復帰説、そして SNS ではある言葉が繰り返しつぶやかれるようになる。もしかしたら SMAP は戻ってくるのでは。中居の去就が定まらないこと、法人が残されていること、そして何より彼が完全には消えようとしていないこと、すべての断片が人々の心の中で一つの可能性へと結びついていった。一夜限りでもいい。5人がもう一度並ぶ姿が見たい。その願いは静かにしかし確実に膨らんでいく。そして復活の舞台に最もふさわしい場所として名前が挙がったのが、あの伝説の番組SMAP。一夜限りの復活か、それとも新たな始まりなのか。真実はまだ語られていない。だが確かなのは、SMAP をもう一度見たいと願うファンが多くいること。再びSMAPを見れる日は来るのか。今後の動きに注目したい。